お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、大日本帝国陸軍が開発した戦闘機や爆撃機に搭載された、航空機関砲の進化について解説をする。地上の機関銃ではなく航空機関砲とはマニアックだな。帝国陸軍の航空機関砲は、戦闘機や爆撃機の発達と同じように、海外の技術に頼った製造から徐々に国産化を進め、実戦での教訓からより強力な機関砲を開発していくので、その過程を解説してくよ。なお、1号戦車から始まる、2号戦車、3号戦車、4号戦車、ポルシェティガー、さらにはヘッツァー駆逐戦車から4号突撃砲など、ドイツ国防軍の機構戦闘車両シリーズの再生リストは、概要欄に URL を貼っておくので、ご興味のある方は良ければご覧ください。最近は大日本帝国陸軍の戦車戦闘士にも手を出しました。日ソ両軍の戦車軍団が交戦した激戦、のモンハン事件を扱っております。というわけで、帝国陸軍の航空機関砲の進化の解説をしていくよ。帝国陸軍の航空機は、その黎明期は主に外国の技術に依存する時期が続いたが、これと同様に、戦闘機等に搭載する航空機関銃も、しばらくは外国製の機関銃に頼る時期が続いた。まあ最初はそうだろうな。まず、帝国陸軍がイギリスの会社からライセンス供与を受けて生産をした、黎明期の本格的な航空機関銃である89式固定機関銃の話をしよう。89式固定機関銃は、イッカーズ社製の機関銃のライセンス生産版だ。イッカーズ社ってまだ残ってるの？いや、買収などでもう社名は残っていない。一時期はイギリスで造船、製鉄、軍需工業を担った巨大重工業会社だったけどね。ライセンスの対象となったイッカーズ社の航空機関銃の大元は、第一次世界大戦と第二次世界大戦の両大戦でイギリス軍が正式採用したイッカーズ重機関銃だ。なんでそんな長い間正式として使用されたの？とにかく頑丈だったらしく、砂漠など特殊な状況下でもイギリス陸軍の期待に応える活躍を見せたらしい。イッカーズ重機関銃は、世界初の全自動式機関銃であるマキシム機関銃をベースに開発がなされ、第一次世界大戦でイギリス陸軍の標準機関銃の地位を獲得した。また、同様に第一次世界大戦において、イッカーズ重機関銃は、水冷式を空冷式に変更するなどして、航空機関銃に改造され、イギリス軍やフランス軍の服用戦闘機の射撃兵装として採用されることとなった。空冷式になったのは飛んでいる際は空気が入りまくるからかな。それから、機関銃の射撃時に、放たれた弾丸が磁気のプロペラにぶち当たったら元も子もないから、プロペラとの機銃同調装置も必要だったみたいだね。第一次世界大戦における戦闘機の発達により、航空機関銃も発達を遂げ、イッカーズ重機関銃が戦闘機搭載のために転用された E 型は、大日本帝国陸軍及び海軍にライセンス供与された。陸海軍のライセンス版の機銃の名前はそれぞれ同じなの？海軍では美式7ミリ7固定機銃、陸軍では先ほど言及した89式固定機関銃として生産される運びとなった。やっと日本に話が戻ってきたな。というか同じ機関銃のライセンス生産なのに、陸海軍で別々の名称をつけるあたりが日本軍的だな。さて、帝国陸軍が航空機関銃として正式採用した89式固定機関銃は、格闘戦の得意な帝国陸軍の主力戦闘機、97式戦闘機に搭載された。当チャンネルの戦闘機解説の中でも視聴回数が最も低迷した97式戦闘機じゃないか。それに触れちゃいかん。我々の力不足が原因だ。89式固定機関銃の搭載された97式戦闘機はのモンハン事件などで活躍を見せた。97式戦闘機の武装はずっと89式固定機関銃だったの？いや、7.7 ミリの口径である89式固定機関銃だと、次第に威力不足であることが明らかとなり、帝国陸軍は航空機関銃の改善に取り組んでいったので、97式戦闘機についても主力の武装としては換装が施されることになる。副武装としては一式戦闘機はやぶさなどに使用され続けたけどね。次に、同じ89式の名前が冠された、同じく帝国陸軍の航空機関銃の黎明期に開発された、89式旋回機関銃の話をしよう。
これも外国製のライセンス生産か。ややこしい話だが、89式旋回機関銃のベースとなった機関銃は日本製だ。主に戦闘機に搭載された89式固定機関銃とは対照的に、89式旋回機関銃は爆撃機等に搭載され、銃手の操作による射撃が想定された航空機関銃だ。日本のどんな機銃がベースになったの？帝国陸軍ではもともと地上用途の3年式機関銃に改造を施して航空機関銃とし、これを航空部隊で使用していたが、航空部隊の黎明期だったことや改造の程度が不十分だったこともあり、その評価は芳しくなかった。そこで、改めて帝国陸軍は、初めて正式採用した国産の軽機関銃である、11年式軽機関銃をベースとして新たな航空機関銃の開発に着手をした。なお、11年式機関銃は、3年式機関銃が大重量のため複数の要員を必要とし、歩兵に随伴して運用ができないという欠点があったことを受け開発がなされた、小型軽量化のなされた軽機関銃だ。89式旋回機関銃は、ベースとなった11年式軽機関銃で使用していた実砲を、89式普通実砲に変更するなどの改良が施されている。実砲って何？一般的に実砲っていうのは、弾丸、発射薬、薬莢、雷管等から構成されており、薬室等に装填すれば射撃できる状態の加工品を指す。89式旋回機関銃は日本の爆撃機で活躍できたのかな？帝国陸軍の吉田少将などが頑張って開発をしただけあって、前身の3年式機関銃の改造版などと比較すればいい性能だったようだが、実際に運用するにあたっては問題もあった。どんな問題があったの？まず、89式旋回機関銃は薬莢受けを備えずに、装弾子をそのまま外部に放出する機構だったので、外部に勢いよく飛び出た装弾子が機体を損傷させてしまうという問題があった。しかも、89式旋回機関銃は双連式、つまり2つの機関銃を連装する形式で製造され、発射速度を確保していたんだが、これが原因となって重量が増し、かつ、機体内で占有するスペースが増加してしまった。そもそも装弾子って何？クリップとも言うんだが、銃器に複数の弾薬を一挙に装填するときに使用する保持具だ。画像を見るとわかりやすいかもね。これがないと弾薬がバラバラになるので一発ずつ装填する必要が生じるので、装填が非効率となってしまう。アイヌと近海をめぐる北海道や樺太を舞台にした漫画で不死身の男が装填してるシーンを何度か見たわ。そしてこれが機内で猛スピードで飛んできたら搭乗員には脅威でしかないな。これらの問題を改善すべく、89式旋回機関銃は改良型が開発されることとなり、装弾子が飛散しないよう保弾体を備えた89式旋回機関銃特が開発されるなど、各種の改良型が誕生することになる。特に、89式旋回機関銃をベースに開発がなされたテヨン市製単重心旋回機関銃2型は、名称の通り単重心の旋回機関銃であり、大陸での戦闘から太平洋戦争に至るまで、7.7 ミリレベルの旋回機関銃としては主要なものとして使用されたらしい。7.7 ミリレベルで他に航空機関銃はなかったの？ドイツのラインメタル社が製造した MG15 機関銃のライセンス生産が試みられたことがある。MG15 機関銃は、再軍備を推し進めていたドイツ空軍の初期の旋回機関銃であり、航空機の自衛用のために開発されたものだ。この MG15 機関銃のライセンス生産版として、帝国陸軍は89式の後継として、98式固定機関銃及び98式旋回機関銃の生産に着手した。性能はどうだった？ 98式旋回機関銃は、99式総発軽爆撃機やというなどに装備されたが、生産性が芳しくなかったこともあり、少数の生産に終わった。98式固定機関銃の方はさらに振るわず、部品に必須のピアノ線の量産が日本では難しかったので、試作だけで終わるという結果となった。さて、帝国陸軍はこれまで言及した通り口径が 7.7 ミリ級の航空機関銃の開発と運用を行っていたが、世界各国軍の運用する航空機における防弾装甲の進化に伴い、
帝国陸軍の運用する 7.7 ミリ口径の航空機関銃は次第に陳腐化してしまった。帝国陸軍の対応はどんなだったの？従前の航空機関銃の威力を上回る、より強力な航空機関砲の開発を進めた。帝国陸軍が89式固定機関銃の威力不足に気づいたのは、ノモンハン事件がきっかけだったと言われる。ノモンハン事件での戦訓を生かし、それまでは航空機関銃と呼称されていた武装を、より口径の大きい航空機関砲により武装することで、航空部隊の戦力増強を図った。具体的には、従来の 7.7 ミリレベルの機関銃に代わる 12.7 ミリレベルの航空機関砲の試作品を、中央工業、小倉陸軍造兵廠、名古屋陸軍造兵廠のそれぞれに製造させた。中央工業はアメリカのブローニング M20 機関銃の航空機搭載バージョンである ANM2MG53 をコピーした試作品を製造した。対して、小倉陸軍造兵廠は89式固定機関銃の改良版、名古屋陸軍造兵廠は、イタリア空軍が使用していたブレダ SAF-AT 機関銃をベースとした試作品を製造した。どれが勝ったの？帝国陸軍の審査の結果、中央工業が製造した試作品の性能が最も良く、これに軍配が上がり、正式採用に至った。この結果生産されたのが、太平洋戦争において帝国陸軍の主力機関砲の地位を占めた一式 12.7 ミリ固定機関砲だ。名前がややこしいので、これ以降は一式固定機関砲と称するよ。一式固定機関砲はアメリカ製のコピーとのことだけど、全く一緒の機関砲だったの？若干の改良はなされている。機関部などはそのままだが、一式固定機関砲では、使用弾薬の規格が変更され、軽量化をしているので、これにより発射速度が増強されている。使用弾薬の軽量化による威力の低減については、マダンという特殊弾の使用でカバーをした。このマダンはいわゆる炸裂弾だ。12.7 ミリレベルの航空機関砲の登場で、帝国陸軍の空での射撃力は安泰だな。いや、第二次世界大戦では、もっと大口径の航空機関砲が開発されることになる。長くなったので、ここまでを前編とし、第二次世界大戦の激戦で航空機関砲が大口径化していく過程は後編で解説をさせていただきます。さて、以上の通り、帝国陸軍の航空機関砲の進化前編の解説をしてきたが、戦車を中心にした本チャンネルの機構情報5チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍や特別高等警察、ドイツ国防軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は機構情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。画像の動画は、大日本帝国陸軍の記載にして、満州事変という一大事件を立案、主導した異彩の陸軍中将、石原幹二の解説動画です。石原幹二の破天荒な青年将校時代、エリート参謀の登竜門である陸大を闊歩した陸大生時代、そして満州事変を起こす関東軍参謀時代、満州事変におけるとてつもない活躍と激戦ぶりを一挙に解説しております。複数の動画を統合した総集編なので、動画間のつながりの箇所がありますが、気にせずにご覧いただければ後人の至りです。個人的には、石原幹二の陸大生時代、陸軍大学校の参謀演習旅行の一環で、あんまり意味のない課外学習に連れ出され、学生らは課外学習の報告書の提出が義務付けられた際に、他の軍人学生らは意味のない課外学習だけに頑張って報告書を作文してるのに、石原幹二だけは、報告書に所見なしって4文字だけ書いて提出したっていう逸話が好き。破天荒だな、いろんな意味で。東条英機との対立なんかは有名だね。ここまで見てくれた人、ありがとう。機構情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。